エーテル時代のシュタイナー。皆さんこんにちは。今回また日本語でお送りしたいと思います。このチャンネルの名前ともなっているエーテル対エーテル界のエーテルですけれども、このアストラルとエーテルっていうのは互いに混じり合い織りなし合っているんですね。現実には別々のものになっていませんので、分けてその別個のものとして考えるって実際には結構難しいと思うんですね。ですのでそれらを掘り下げていくようなことをちょっと今後やっていきたい。でもちょっと今回はね、そこに、入っていく前の段階として、土台作りっていうんですかね。とりあえずね、私たちが今置かれている状況把握って、それがまず重要なんじゃないのかなと私はすごく思っていまして、どんな研究でもいいと思うんです。どんな学びでもいいと思うんですけど、まずは自分たちが今置かれている状況をまずきちんと把握するっていうか、なるべく全体性を持って把握していくことで何かを学んでいけるんじゃないのかなと私は思うんですね。まず一番基礎となるっていうか、その出発点をちょっと整理していきたいというふうに思います。ですので、始めたいテーマがあります。それが、シュタイナーの予言に関してのテーマです。で、実際、そのインターネット上で、シュタイナーの予言に関する動画が大変多いなっていう印象なんですね。で、それがシュタイナーが言ってないような、その予言っていうのを、これはシュタイナーが言ったよっていうような形で、その表現されている、結構私の動画を見てくださっている方も、おそらくご存知だと思うんです。面白いことに、それは、あの、中央ヨーロッパの YouTube 界隈では目につかない現象なんですね。これかなり日本に特定して現れている現象なんです。そういう現象がありますので、公にシュタイナーの予言ってされているもの、そして公にシュタイナーの予言として大変重要な意味を持っているもの、彼のその予言の中で本当にアントロポゾフィーのアイデンティティに直接に関わるような予言、そういったものを取り扱ってみたいと思います。シュタイナーの予言、発言全般ですけれども、っていうのはものすごく重みがあるっていうか、いわゆる霊的な権威者としての存在としてのシュタイナーがこれこれこういうことを語ったっていうふうに、することで、ものすごく何かの発言がとてつもない重みを持ち始める。それをいかようにして使うかっていう問いが出てくると思うんですけれども、何々さんっていう弟子が、シュタイナーの弟子が、シュタイナーからこれを直接聞いたことを、この日記の中に書いて、その日記も直筆じゃなくて、それ別の人のところに渡り、その人がまたそれをパソコンで打ったものが残っていて、それをシュタイナーのその発言として引用するとか、そういうような結構ワイルドなやり方ですよね。それが一部で横行しているんですね。アントロポゾフィー運動の中で。これは私かなり残念だと思って、だいぶ前からそういうやり方を講義は一応したりしたんですけれども、センセーショナルなものを望む人間の心理というものをすごくくすぐるのか、そういうやり方で特定のものをすごく大きくクローズアップしてそれに価値づけするっていうことが、それとか何か特定のことを否定するっていうことがあるんですね。で、それは
私はやっぱりアントロポゾフィーっていうのは精神科学っていう名前がついているように研究してそれを単なる知識とかその知覚っていうもんじゃなくてそれを認識へと高めていく。それを一種のその判断として高めていくっていう信頼性が問われるものだと思ってるんですよ。そのあたりが改善してくれることを望みつつ、今回私なりにこのシュタイナーの重要な予言を取り扱ってみたいと思います。で、彼はいわゆる普通の預言者っていうタイプの人ではありませんから、具体的に2020年に何かが壊れるとか、そういうようなことは彼は一切言っていないんですね。この時期に大体こういうことが起きるっていうようなことは言いますけれども、よく巷で言われているのは2025年にどこどこの国が滅びるとかね、そういうことは彼は一切言っていません。やっぱり私が重要だなと思うのは、エーテル界のキリストが出現するという予言です。それは1930年半ばから1950年代の初頭にかけて、エーテル界のキリストの出現の始まりを体験する。で、それが3000年ぐらいの間、徐々にそのエーテル界に出現するキリストを知覚し、認識し、体験していく。で、そしてキリスト意識を魂の中に復活させていくっていうことが、20世紀の半ば、から始まってだいたい3000年ぐらいの間にそれがどんどん一般化していくっていう予言なんです。で、それが一つですよね。で、もう一つはシュタイナーの生きていた頃です。20世紀の初めに彼とアントロポゾフィー運動をパイオニアとして作っていった人たちの魂が一旦亡くなった後、20世紀の終わりに、また地上に現れて、もちろん別の人になっているんですけども、また地上に現れると。で、そして、その時に、アントロポゾフィー運動の頂点となるような、活動をみんなで行うんだっていう希望ある予言をしているんですね。それもかなり何度も繰り返している重要な予言ですよね。これはアントロポゾフィー運動にとって。それにいろいろなちょっとプラスアルファ、その指摘がひっついてくるんですけれども、それは後で徐々にお話しするとして、その予言が2つ目ですね。その他にもいろいろ私たちの今の時代にかなり直結してくるような予言とはあるんですけれども、過去世を思い出すことのできるその期間が今育成されているっていう、それもある意味予言。ただ、やっぱり本当にエーテル界のキリストが出現する20世紀半ばに出現を始めるっていうその予言がまず最重要だと私は思っていまして、その第2番目に重要になってくる、その第1番目の予言と直で結びついてくる、それがアントロポゾフィーのパイオニアたちの再来なんですね。20世紀で、それは20世紀の終わり頃からそれが始まるっていう形で予言しているんです。本当に私が言ってるだけじゃなくて、20世紀シュタイナーが亡くなってからも、これやっぱり最重要な予言っていうことで、ずーっと20世紀、そのアントロポゾフィー運動はこの予言を忘れず、普段いろいろな分野がありますから、それに情熱を注いではいるんですけれども、やっぱどこかにアイデンティティ、アントロポゾフィー運動のアイデンティティの核として、この2つの大変重要な予言っていうのを常に意識し続けてきたと思うんですね。アントロポゾフィーのパイオニアたちが再び地上にみんな現れて、その魂たちが新たにアントロポゾフィーをさらに高みへと導いて、で、アントロポゾフィー運動の一種の頂点っていうものを作り上げる。
で、それがアントロポゾフィーの最大の成就であるっていうような形で、驚くような内容をシュタイナーが語っているんです。でもですね、私が20世紀終わりにヨーロッパに渡った時にはですね、確かにまだその2つの予言はまだ人々の意識の中に残っていたんですね。で、その両方の予言が何かまだ一種のシュタイナーが生きていた頃からのアントロポゾフィーの運動の衝動っていうか、霊的な力、パワーとか、その希望とか、一種のいい意味での誇りとか、そういうものがその予言とともに保持されてきて、それが一種のオーラとしてまだどこか残っていたんですね。で、エーテル界におけるキリストっていうのはかなり難しい内容ですので、それはかなりちょっとまだ難しいなっていう感じで、テーマとしてタブー化されてたっていうところはあると思うんですけど、それでもこのテーマが完全に死んでたとは私は思わなかったんです。二つ目の予言。パイオニア、アントロポゾフィーのパイオニアの魂たちが、また地上に戻って来てくれるっていう、そういう期待感っていうのは、ちょうど私がヨーロッパに渡った時、その時期だったということもあって、何かもう今それが起こらなきゃいけないみたいな感じで、すごくなんか一種の焦りに満ちた最後の期待みたいなのが、すごくあった時期だと思うんですね。ですので、私がヨーロッパに渡った1996年の時点では、その2つの予言はまだ死んでなかったんです。ただそれがですね、21世紀になってきますと、21世紀、20世紀から21世紀にかけてのその境っていうのは、すごくなんか大きいものがあったんですね。日本で生活されていた人たちはどういうふうにそれを感じられたかわかりませんが、私はヨーロッパにいてすごい強烈なインパクトをすごく受けました。それはやっぱりユーロが投入されたっていうことで、物の値段が急激に変わったっていうこととか、いろいろなことが本当に変わったんですね、急激に。アントロポゾフィー運動の中でもかなりそれまでとは違う雰囲気が現れてきたと私は振り返りながら感じるんですね。シュタイナーの先ほどの2つの予言がありますけれども、その両方が少しずつ枯れていく、少しずつ死んでいくという状況を生み出していくんです。まず最初にすごく目につき始めたのは、第2番目の予言ですね。アントロポゾフィーのパイオニアの魂たちが地上に再び現れて、シュタイナーが生きていた時にやっていたことの続きをやってくれる。彼らに対するすごい期待が裏切られたみたいな、そういう一種の挫折感っていうのがすごく現れてくるんですね。諦め、挫折ムードが全体のその運動のシーンを色濃く染めていくようになるんですね。特にセルゲイ・プロコフェフさん、おそらく日本でもたくさんご存知の方がいると思うんですけど、彼は20世紀の後半アントロポソフィーのパイオニアたちが再び地上に現れるっていうことにすごい期待をかけていた人で、最も期待をかけてそれを外に向けてすごく強調していたしアピールしていた人だと思うんですね。彼が20世紀の終わりにすごい焦りみたいなものを感じさせるような発言をし始めて、で、それが21世紀に入っていくと、どんどんと諦めっていうか挫折に向かっていくんです。実際この予言は当たらなかったんだっていう、その予言が実現しなかったんだっていうことを語るんですね。そうこうしているうちに彼は亡くなってしまうんですけれども、
その彼の判断っていうか解釈の仕方がかなり大きな印象を残していると思うんですね。この全体の運動の中に。プロコフィエフさんとすごく親交のあったセルクさんなんかも、ペーター・セルクさんなんかも、やはりそのプロコフィエフさんの考え方を受け継いでいて、彼が亡くなった後もアントロポゾフィーのパイオニアたちはどこを探してもいない。やっぱりあの人たちは、その魂たちは来なかったんだっていう、そのシュタイナーのあの予言は実現しないままで終わってしまったっていう結論を下すんですね。で、それが2008年ぐらいにそういうことがあって、で、現在に至っているわけなんですね。で、エーテル界におけるキリストの方の予言はというと、出現はしたんだろうけれども、それをみんな気がついてないから、まだ3000年も時間があるしね、今そんなことを言ったっても仕方がないよねっていうような判断、解釈をする人がほとんどで、そういう形でこのシュタイナーがものすごく熱弁した、ものすごく希望に満ちて語っていた、この2つの大変重要な予言が、両方とも死に面しているっていうか、意識から消えていったわけです。アントロポゾフィー運動のアイデンティティをくれたような、その未来への希望とか一種の使命感っていうか、で、そのアントロポゾフィー運動っていうものを、この霊界からインスピレーションしてきた工事の存在たちのその力っていうか、そういう後押しっていうか、衝動っていうか、そういったものを感じさせるようなオーラですね。で、それが2つの予言に結びついていたんですよ。で、それが一種ふっと、その炎がふっと消されてしまったような印象を私は受けるんです。このチャンネルでやりたいことはですね、やっぱり解釈、その公にそれが正しい見なされてきたシュタイナーの予言に対する解釈で、それとはちょっとまた別なその解釈があっていいと思うんですね。別な解釈を皆さんにお伝えしていきたい。やっぱり今の時代、昔だったらね、新聞に書いてあることだけを情報のソースとして選ばないと仕方がなかった。テレビとか新聞とかそういう情報ソース。今の時代っていうのはやっぱり SNS とかを通じていろいろなところからいろいろなやっぱ情報があって、それを得たいと思う人たちが得て、で、自分の中でそれを吟味して自分なりに判断していくっていうことが今の時代やっぱりすごく重要だと思うんですね。で、そういう意味で一つの別の解釈の情報源として私はこのチャンネルを使いたいと考えています。